34段編んだところです。16目減って針には45目かかっています。そしたらここから、増し目も減らし目もせずに、12段まっすぐ編んでいきます。1段目です。すべての目を表編みします。1段目が編めました。編み地を返して2段目裏から編む段です。まず最初の印2まで表編みをします。次に印を移して次の印1まで裏編みをします。印を移して残りの目を表編みです。この1段目と2段目の編み方を交互に繰り返して全部で12段になるまで続けます。増減なしで12段編んだところです。そしたら今度は、V ネックのラインを作っていきます。1段目です。印2の1目手前まで表編みをします。印2の1目手前のところでねじり増し目をします。そして残りの目を表編みします。1段目が編めました。編み地を返して2段目裏から編む段です。まず最初の印2まで表編みです。印を移して次の印1まで裏編みです。残りの目を表編みです。2段目が編めました。編み地を返して3段目表から編む段です。3段目ではすべての目を表編みします。増し目はしません。すべての目を表編みで編みました。次、編み地を返して4段目裏から編む段です。4段目は2段目と同じです。印2までまず表編み、印1まで裏編み、残りの目を表編みです。で、この1から4段目までの編み方を交互に繰り返して、全部で80段になるまで続けます。80段編んだところです。そしたらここで一旦糸を切って今針にかかっている目をほつれ止めなどで休ませておきます。そしたらまた、一番最初の後ろ身ごろの編み始め側から今度は左の肩を拾っていきます。で、右の肩を拾った最後の目、ここから拾い始めます。一つのこの目からここから、右と左両方の肩の一目目が出ている形になります。まず8目拾います。マーカーを1つ入れて続けて45目拾います。
45目拾ったらまた印を入れて残りの8目を拾います。はい、これで61目拾いました。編み地を返して2段目裏から編む段です。最初の1つ目の印までまず表編みを8目、印を移して次の印まで裏編み、2つ目の印まで来たら印を移して残りの目を表編みです。はい、2段目が編めました。編み地を返して3段目です。まず、最初の印1まで表編みをします。そして印を右針に移したら1目表編みをします。そして次の2目を右上2目一度で編みます。そして印2まで表編みで進みます。印2まで来たら印を移してまた残りの目も表編みです。編み地を返して4段目裏から編む段です。まず1つ目の印2まで表編みをします。印を移して次の印1まで裏編みをします。2つ目の印1まで来たら印を移して残りの目を表編みします。この3段目と4段目の編み方を交互に繰り返して広い目を1段目と数えた時に34段になるまで続けます。34段編んだところです。16目減って針には今45目かかっています。ここから右肩と同じように増減なしで12段編みます。編み方は右肩2と同じなので、編み方がわからない方は右肩2のところまで戻って確認をしてください。ガーター編みとメリヤス編みが続くように12段編みます。増減なしで12段編んだところです。そしたらここからこっちに向かって V ネックのラインを作っていきます。1段目です。まず印1まで表編みをします。印を右針に移して1目表編みを編んでから次の目を編む前にねじり増し目を1目編みます。でこの時に、右肩のこの V ネックのラインで作った増し目と、反対向きにねじると左右対称になって綺麗に仕上がります。そしたら残りの目をすべて表編みで編みます。1段目が編めました。編み地を返して2段目裏から編む段です。まず最初の印2まで表編みをします。印を移して次の印1まで裏編みをします。印を移して残りの目を表編みです。2段目が編めました。編み地を返して次は3段目表から編む段です。3段目は、増し目減らし目はなしなので全ての目を表編みです。3段目が編めました。編み地を返して4段目裏から編む段です。4段目は2段目と同じです。最初の印まで表編み、次の印まで裏編み、残りの目を表編みです。この1から4段目までの編み方を1セットで繰り返して全部で80段になるまで続けます。80段編んだところです。これで一旦糸を切ります。
そしたら次は、この左右の前身ごろをつなげて、一緒にこの脇の下のカーブを編んでいきます。今回はここで、長い輪針に切り替えたいので、左側の前身ごろの面もほつれ止めに移しておきます。輪針いっぱい持ってる方は別にもう一本別の輪針を用意して編み始めていただいて大丈夫です。今回は、この匠コンボ1セットで編むためにこういうやり方をしています。100センチの輪針に100センチになるコードに交換しておきます。では、右の前身ごろから編んでいきます。まず右前身ごろの印位置まで表編みをします。印を右針に移したら1目表編みを編んでからねじり増し目をします。そして次の印まで表編みで進みます。2つ目の印のところまで来ました。そしたらこの印はもう外して大丈夫です。そしてこの残った8目と、左前身ごろの最初の8目、これを一緒に編んでいきます。こうやって重ねるように編み地を持ってで、右前身ごろの目と左前身ごろの目に1目ずつ針を入れて表編みをします。で、この編み方でこのガーター編みの8目になっているところを編んでいきます。左右の前身ごろを重ねて8目編みました。そしたら次のこの、左前身ごろの印位置も外してしまいます。そして左前身ごろの印2の1目手前まで表編みで進みます。左前身ごろの印2の1目手前まで来ました。そしたらここで、ねじり増し目をします。で、残った目を表編みで編みます。1段目が編めました。そしたら編み地を返して2段目裏から編む段です。ここからはこの前身ごろの、両端から8目のところに印が1個ずつ入ってるんですけど、この表から見て右側の印を印1、左側の印を印2と呼びます。まず1つ目の印2まで表編みします。印を移して2つ目の印1まで裏編みで進みます。真ん中のあたりで、こ
この V ネックのところガーター編みになってるんですけど、ここからはもう、ガーター編みにする必要はないので、メリヤス編みになるよう裏編みを続けていきます。2つ目の印のところまで来たら印を移して残った目を表編みします。はい、2段目が編めました。編み地を返して3段目です。3段目、印1まで表編みをします。印を移したら表編みを1目編んでからねじり増し目をします。そして印2の1目手前まで表編みです。印2の1目手前まで来たらねじり増し目をします。そして残った目を表編みします。はい、編み地を返して4段目です。4段目は2段目と同じです。これで3段目と4段目の編み方をもう1回繰り返して左右をつなげたところから全部で6段になるまで編みます。左右の前身ごろをつなげてから6段編んだところです。そしたらここから、前後の身ごろをつなげて輪にしていきます。今前身ごろをつなげて編んでいた100センチの輪針をそのまま使います。まず1段目です。前身ごろをすべて表編みします。で、印が両端から8目のところに入ってるんですけど、これはそのまま入れておいてください。で、増し目とか減らし目とかはしないので、すべての目を表編みで1目ずつ編んでいきます。前身ごろを全部表編みしました。そしたら続けて後ろ身ごろを編んでいきます。で、ストッパーをつけているので、これを交換します。そしたら、後ろ身ごろの、左の端ですねにそのまま続けて表編みをしていきます。ちょっとここにクリップついてるのはちょっと本当に残りわずかなところ、糸がすっごいギリギリになっちゃったので抜けないようにつけてるだけなので、気にしなくて大丈夫です。端から8目のところの印もつけたままにしておいて、でそのまま後ろ身ごろを全部表編みします。はい、後ろ身ごろも全部表編みで編めました。そしたら、よいしょ、右の前身ごろのところを編んでいくんですけど、今度ここにストッパーがまた出てくるので、針と交換しておきます。次、2段目を編みます。で、段の変わり目がわかるように、ちょっと色の違うマーカーを1つ入れておきます。そしたら、この脇の下のところにガーター編みを少し続けておきたいので、偶数の段だけちょっとここ裏編みを入れていきたいと思います。まず編み地が緩まないように最初の印まで裏編みを編みます。そして印を移して表編みで、あとはまた次の印が出てきたら、この印と印の間の16目だけ裏編みをする。そ
そして一周回ってきたら最後の8目を裏編みという編み方を、2段目ではします。で、1段目の全部表編みっていう編み方と2段目の、脇の下だけ裏編みっていう編み方を交互に繰り返して、全部で8段になるまで編みます。両サイドのガーター編みを続けながら8段編んだところです。そしたらここから、メリヤス編みだけで、ぐるぐるとあと34段編もうと思います。長さはお好みで調節していただいて大丈夫です。で今回は、両サイドにスリットを入れて前後の長さを少し変えたようなデザインにしようと思うので、身ごろの方が少し短めになってます。というわけで、ちょっと長い道のりですが、ここからぐるぐると、34段になるまで編んでいきたいと思います。